こんにちは。今、新大阪から東京までのぞみ臨時の新大阪発東京行きに乗って乗り込んで出発したところなんですが、お客さんがいませんよ。信じられないことですよ。こんな乗ってないもんね。本当に乗ってない。私の席は8番なんですけど、いやおかしいよこんなの。普通はね、もうこういう夕方の時間とかになれば出張で帰る人がいますから、もう3人掛けの真ん中まで埋まってるとかね、指定席を取るって言ったらもう3人掛けの真ん中しか空いてませんとか、空いていても2人掛けの窓側も埋まっていますんで、他の席でお願いしますとか言われることが多いんですが、もうこういう状態です。こんなの初めて見た。車内でもニュースやってるんですけどね、このニュースもまたすごい嫌なニュースばっかり流れてきます。どうなっちゃうんでしょうね。なんかこの世の終わりっていう感じがするけど、あんまりパニックみたいなものを先導っていうのかな、そういう風なことはしたくありませんが、これだけガラガラの新幹線を見るともう全く普通の状態ではないんだなとよく感じられますよ。京都も出たんですけども、京都からも誰一人として乗ってきませんでした。一人も乗ってきませんでしたよ。多分京都ってね、もう遊びで行くようなところだから、仕事よりは遊びの方が多分自粛されがちじゃないですか。だからそういう人たちの需要がもうほとんど消滅して、そしてガラガラの車内ということになってるんでしょうね。出張の人たちは結構います。みんなね、なんだかんだこう楽しそうにマスクしないでおしゃべりみたいなことをやってる人もいますけど、でもやっぱりしている人の方が目立つよな。健康な人、本当に感染してない人はマスクをすることを自ら辞退した方が、本当に必要な人にマスクを行き渡らせることにつながって、むしろいいという話があるから、別に悪いことではないと思うんですけどね。車内でも新幹線は空調装置を使って常時換気をしていますとの案内がありました。実際いつもよりはなんかこの辺の風の流れが結構強く感じるような気がする。鉄道車両には必ず換気装置というものが設けられています。だから、窓を開けるのに比べれば換気能力は低いですけれども、一応やってるといえばやっているはずです。全力で換気してもそれで足りているのかどうかはわからないですが、できることは今のところなされていると思われます。今名古屋に着いたところなんですが、お隣はどうかな。お客さんいるにはいますけれども、こんなんいるには入らないような、少なすぎる。窓際がちょっと埋まってるかなぐらい、こっちよりはマシですけどね。名古屋駅で降りるお客さんも結構いるしな、その分乗ってくるお客さんもいるんでしょうけど、さすがに降りる人よりは乗る人の方が多いよね。5人ぐらい降りて5人ぐらいに乗ってきましたよ。つまりこのままの状態、東京まで行くってことですね。結局東京都に入るまでついにこのガラガラの状態が続きました。さっき名古屋から乗ってきて新横浜で降りたおじさんがあの辺にいましたが、それぐらい。終点の東京に到着しました。私の乗ってきた臨時ののぞみ404号はこれから折り返し、最初の1本前ののぞみ263号新大阪行きになるようです。しかし本当に続いていました。お客さんがもう一瞬で降りてしまったので、テッセイとは違うか、掃除の方もですね、一応やっぱ手は早いですけれども、いつもよりも随分余裕がありそうです。空いてるのはいいけれど、かなり異様な光景です。またここまで別の動画で紹介したと思いますが、大阪駅から格安の11,500円暴落した新幹線快速券を使って移動してきたのでした。安くて空いていて快適でしたが、しかしそれ以上に不安な乗車にもなりました。どうもありがとうございました。